おはようございます。今日は37週の検診に行く日です。9時半からなんでちょっと早起きしました。昨日も2時半ぐらいまで寝られなくて、もうこの1週間ぐらい胎動が激しすぎてというか、なんかお腹が重たくって赤ちゃんの居場所がない感じで、こうもう痛いというか全然寝れないんですよね、毎晩。なんで昼間に寝てるんですけど、なんで超寝不足で病院に行きます。検診の日はあんまりご飯食べないで朝行くようにしてます。体重が増えちゃうのが嫌なのでちょっとした努力ですけど、カフェインレスのコーヒーだけ飲んでいきます。検診に向かっております。本日もまさこさんが運転してくれております。時間がありません。もうギリギリです。帰りにコメダに行くことだけを楽しみに検診に行きます。結構遠いね。車で家から30分ぐらいかかるところなんです。でもそこしか24時間無痛分娩をやってないっていうので、もうちょっとですかね。そこにしました。検診を終えてきました。めっちゃ顔じゃない？今日めっちゃ顔わかるね。今日すごい顔分かった。もう 3000g もあるってよ。重たいはずだわ。その割には体重そんな増えてなかったけど。あ、本当？順調ですねって言われた。もう出てきていいんじゃない？ 3000g おりますわ、ここに。もういつ生まれてもいいよ。生まれていいよね。元気な大きな赤ちゃんが生まれてきますわ。コメダ行くよ。コメダのやってるおかげやんな。来たのがおかげ庵っていうコメダの和食バージョンがあるって知ってました？皆さん。コメダの和食バージョンだからね、東京にも2店舗ぐらいあるらしくて知らなかったんだけど、なんか和食バージョンのコメダらしくて、コメダのグランドメニューもあるっぽい。初めて行ってみます。残念ながらモーニングの時間は終わってしまいましたので、ランチとデザート食べよう。美味しそう。抹茶フロートと抹茶ラテ。美味しい？これ自分でやるシステムです。ちゃんと炭。すごくない？すごいよね。きな粉と黒蜜と普通の蜜と醤油。あんこ。じゃこれどうしたのは醤油かな。みたらし足りるこれみたいな。団子が足りないよねこれね。いい感じですね。もういいんじゃないこれ。いっぺんこうやってもう一回焼いた方がいいんじゃない？これが名古屋のさみたらしじゃん。醤油味のやつ。いいねいいね。いい音。ジューって。いい絵撮れてます。
うん美味しい。これ全部つけちゃう。コロコロやっちゃう。美味しかったね。大満足でした。美味しかったです。ちょっと私は映さんでほしい。この間近いこのアップで。顔がさすがにブニブニになってきた。お腹いっぱい。お腹いっぱいだよそりゃ。はい、ということでお家に帰ってきて夜ご飯までちょっとゆっくりしながらいろいろちょっとやることをやろうかなと思ってるんですけど、ルパン渡るさん、ルパン渡るさんっていう言葉にそう反応します。反応しているの？夜のお散歩タイムです。待っててくれるの？優しいね、むーちゃん。私の歩きが遅いのでルパンの方をママに持ってもらってます。ルパンは私を振り返りもしません。あ、振り返ってくれたルパン。いや、私が止まってる。ラッキー。ということでもうすっかり夜になっちゃってて、最後にスキンケアだけ超ざっくり紹介します。最近韓国コスメにハマってて、今使ってるのはこの魔女工場のガラクミスキントナー、ガラクトミースキントナー。結構サラッとしてる系のやつなんで、私はいつもこのコットンにバーってやって拭き取っていきます。もう後ろのさ、ちょっとぐちゃぐちゃに見えるの結構実はあれ整理してあって、もう入院いつしてもいいようにスーツケースに入院の用意は入れてあります。首もね。そして同じく魔女工場のガラクナイアシンエッセンス美容液、これ使い始めてからお肌のトーンが上がった気がしているのと、結構なんかサラッとした肌になるかもね。お化粧のりとかすごいいい。化粧してないからあんまわかんないんだけどこの檻みたいなやつはリビングで犬が寝たりしてるので、ルパもリビングで寝てるんだけど、今マカちゃんが来てから入れないようにするために柵を買いました。まあ扉閉めればいいんだけどね。もう乾燥してる時はクリーム塗ったりも最後するんだけど、今一番押してるというか気に入ってるのはこのアンブリカルのセラムなんですけど、これ人最体血管細胞循化培養液って、今結構いろんなこの血管細胞循化培養液ってこう豚から取った動物性のものとかいろいろ出てて、ちょっと仕事の関係でいくつかトライさせてもらったことがあるんだけど、この人最体血管細胞循化培養液、この人から取られてるっていうものがかなり多く配合されたの、50% 配合で 30ml でまあいいお値段するんですけど、今まで使った全ての美容液の中で一番いいちょっともったいないから夜しか使ってないんだけど、なんかね、匂いもさっぱりしてるし、なんか前私豚のちょっとどこのねブランドかは言わないんだけど、動物性のやつを使ってたことがあったんですけど、ちょっと匂いが多分妊娠初期だったからなのかもしれないんだけど、匂いが本当に受け付けなくて、それもすごく良かったんだけどお母さんにあげました。ごめんなさい。はい。でこれがね本当に良くて、私多分妊娠生活これいつからとかって9月ぐらいから使ってるんだけど、
本当に今まででも人生の中で一番肌の調子がいいです。これを使い始めてから、なんかちょっとこの辺にあったなんかシミというか、なんかニキビ跡みたいなものが薄くなったの、本当に。で、なんか肌全体がトーンアップした感じがしています。はい。で、もちろんお腹のね、ケアもしていくんだけど、ちょっともう見せないけど、マジでおすすめしたい、このベビーワセリン。なんか YouTube で3人産んだ人が1回も妊娠線つかなかったっていうのを見て、これとオイルを使ってたんですけど、でもやっぱこのベビーワセリンが一番コスパいいっていう説。で、私は最初はこの、皆さん多分妊婦さんみんな買ってるんじゃないかなっていうぐらい結構有名なんですよね。このウェルダのマザーズボディオイルっていうのがすごいいいよっていろんなところに書いてあって、なんかインスタグラマーの方とかも紹介してたんで、これはもう2本目です、これ。すごい良かったし、未だに妊娠線できてないんだけど、まあでもやっぱオイルなんで、なんだろうな、質感とか中まで浸透してる感というかあって、臨月入ってからはもうこれとダブル使いして塗っています。お腹のオイルとかを塗る時間がなんか赤ちゃんと会話してる時間のような気もしていますということで、私の臨月37週の Vlog でした。ちょっとこれが生まれるまでの最後の Vlog になる確率がすごく高いので、ちょっとしばらく動画投稿できるかわかんないんですけど、引き続き4人になっても家族を応援してください。またね。